皆さんこんにちは。 BSF プロダクツの馬場です。今日は新製品をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。今回の新製品ですが、2013年 1A 部門全国チャンピオン徳渕明俊選手、そして 4A 部門トッププレイヤーで国内大会をはじめアジア大会や世界大会でも活躍をされている残花智彦選手、このお二人の発案から生まれた製品です。うちとしては初の試みとなる製品です。またヨーヨー業界的に見てもかなり珍しい部類の製品になると思います。ということで前置きはこれぐらいにして新製品をご紹介したいと思います。新商品はこちら、スマートフォン専用アプリケーションクリッカービジュアライザーです。ヨーヨーの大会で披露されるフリースタイルですが、通常技の難易度の評価はこのようなクリッカーを利用して行います。例えば今の技2点だったなという場合は加点用のクリッカーが2回、1点だったなという場合は1回押されます。逆にミスが発生した場合はミスのたびに減点用のクリッカーが1回ずつ押されます。今回のクリッカービジュアライザーというアプリケーションはこのクリッカーによる技術の評価をスマートフォンで行えるようにしたアプリケーションです。また、ただスマートフォンがクリッカーとして機能するだけでなく、フリースタイル中に得点がどのように入っていったかというのをグラフとして記録してくれます。これによって選手は自分のフリースタイルのどこで点が入り、どこで点が入りづらいのかというのを簡単に把握することができるようになります。言葉では分かりづらいと思いますので、実際の画面を使ってご説明したいと思います。こちらがアプリケーションのメイン画面です。画面上部にグラフを表示するためのグラフエリア、画面下部の右側に加点用のボタン、左側に減点ボタンが用意されています。加点ボタン、減点ボタンはそれぞれ加点用クリッカー、減点用クリッカーに相当します。また、本アプリは画面上のボタン以外にもスマートフォンに搭載されている音量調整ボタンも加点・減点ボタンとして機能します。これはこのアプリのもう一つの大きな特徴で、物理ボタンを使用することでボタンが押せていなかったというミスを防ぐことができます。基本的には画面のボタンではなく、この音量調整ボタンを利用することをお勧めします。画面最下部のボタンはグラフの作成を終了するためのストップボタンです。加点ボタンもしくは減点ボタンが押されるとグラフの作成がスタートします。では試しに加点ボタンを何回か押してみます。加点ボタン上部にある数値が増え、グラフの作成がスタートします。ボタンを押すのに合わせてグラフの位置が変化していきます。今度は減点ボタンを押してみましょう。減点ボタンを押すのに合わせてグラフの形がまた変化します。そして先ほどご説明した通り、音量調整ボタンも加点減点ボタンとして機能します。では次はグラフの作成を終了する方法です。グラフの作成を終了する際はストップボタンを押してください。これ以降は加点・減点どちらのボタンを押してもクリッカーの数値やグラフは変化しなくなります。再び採点を行う場合はグラフリセットを行う必要があります。画面右上に表示されている3点リーダーを押してください。設定メニューが開き、その中にグラフリセットという項目があります。こちらを選択することでグラフと得点が全てリセットされ、再び採点が可能になります。これでリセット完了です。ちなみに設定メニューですが、グラフリセット以外に画面ボタンや音量ボタンの機能設定、フリースタイルの時間設定などが可能です。使用する端末のボタンの位置やジャッジをする人の好みに合わせてご利用ください。では次に、グラフをどのように利用するかについてご説明します。例えば1分フリーを採点した結果、このようなグラフができたとします。このグラフの場合、10から20秒程度のところでグラフに変化がありません。ということは、ここの部分の技を変更することで、より高得点を狙うことができることがわかります。そしてもう一つ、グラフの傾き方も注目すべきポイントです。傾きが緩やかな部分は点数がゆっくり伸びていると言えます。逆に傾きが急な部分は点数が急速に伸びていると判断することができます。
このように自分のフリースタイルが加点的にどの部分が弱いのか、逆にどの部分が強いのかというのを簡単に判断することができるようになります。クリッカービジュアライザーの特徴をまとめます。まず、スマートフォンがクリッカーとして機能します。第2に、スマホの音量調整ボタンが加点減点ボタンとして使用できます。そして最後に、得点をグラフとして可視化してくれます。クリッカービジュアライザーですが、本日より配信を開始いたします。無料版と有料版の2種類があります。この2種類に機能制限等の差があるわけではありませんが、無料版に関しましては、グラフをリセットする際に広告が表示されるようになっております。広告が邪魔だなという方は、有料版をご利用ください。ということで、BSF プロダクツの新製品、クリッカービジュアライザーの紹介でした。ご興味のある方は、ぜひインストールしてご利用いただければと思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。じゃあね。